あぐらをかくって悪いの？それ聞くの？なんではい皆さんこんにちは、ショウです。今回なんですけど、前回のね動画に出ていただいたリエン、皆さん覚えてますよね。その方をまたねゲストにお呼びして、日本と韓国の文化の違いだったりとか、恋愛とかね価値観の違いってところをいろいろね深掘りしていこうと思います。日本人の男性女性からすると、韓国人のね男性女性ってかなりね人気があるかなと僕は思っていて、そこで皆さんがね疑問に思っているだろうってところを僕はねちょっと代表してリエンに質問していきます。なのでね、韓国人から見た日本人っていうところもこの動画ではわかると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速行ってきましょう。はい、ということでまたね今回リエンに登場してもらいました。ありがとうございます。2回目の登場この動画では韓国とね日本の違いについてね、恋愛の違いであったりとか文化の違いってところを話していこうと思うんだけど、僕もね深掘りした質問をするんで、答えれないところはもう答えれないっていう NG で大丈夫です。大丈夫ですか？リエンはそもそも5年間日本に滞在してたんで、日本っていうのはどんな国かっていうところとか、そういうところがね頭の中に入ってると思うんで、そこと韓国と比較してもらってちょっと答えてもらう感じになります。最初の質問は韓国と日本で結構違うって思うか、もうざっくりいろんなことで、やっぱりアジアっていうくくりで似てるかどうか。似てるけど違います。じゃあまあところどころ似ててところどころ違うみたいな感じかな。韓国と日本でざっくりねやっぱ違うところもあるっていうことなんで、韓国と日本の恋愛の違いってところをちょっと教えてください。エピソードを先に言うとしたら、大学の時に私の韓国人の同期とで日本人の同期が付き合ってたんだけど、2人が同じ授業を取ってて教室で会ったの、でも日本人の男の子が挨拶せずに行っちゃって、韓国人の友達はめっちゃ傷ついて、それを後で本当に理解できなくて、韓国人としては理由が分かんなくて、で後で聞いてみたら、友達にからかわれるからが理由だったの、でその理由もなんか納得できない。それが怖いのって感じ。怖いというか多分恥ずかしいっていう思いが強くて、大学生の時とか友達に彼女を、ね、紹介するとかそういうのを多分恥ずかしがる男性は多いかもしれない。今はちょっと分かんないけど、例えばみんながいるクラスで、彼女と彼氏がね出会いましたで、おーって話すと、あいつら話してるやんみたいな、そういうからかわれ方をするから、それが多分嫌だって思う人はいるかもしれない。中学生じゃん。そうなんです。日本人はもう中学生です。男性はそこ面白いよね。韓国だとやっぱ、ね、話せない。韓国だったら同じ大学で付き合ってる人を CC っていうの、キャンパスカップル。はい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 。で CC だったら、何でも一緒にやる。授業も一緒に取るし、お酒も一緒に飲みに行くし、ご飯一緒に食べるし。マジで面白いね。そういう人が多い。男性がみんなそうだとは言えないけど、なんか日常生活を全部一緒にやるっていうか、友達とも遊びに行くけど日常をシェアする。僕ねこの動画をね撮る前にちょっと Google で韓国と日本の文化の違いみたいなのを調べたら、やっぱりね韓国は時間をとかね自分の出来事経験とかをシェアする文化があるっていうので、一つ例であったのが、ご飯食べに行った時に自分がハンバーガー何でもいいけどステーキとか頼んだら誰かにも絶対シェアするみたいな、なんかそういうのはあるのかな。絶対シェアするっていうよりは友達食べてみるみたいな、それとか、自分食べたかったら相手の食べ物こっち食べていいとか、まあ聞くことに抵抗がない。それに関しては日本はあんま聞かないかな。やる人はやるけどね、シェアしてけどちょっと抵抗は感じるかもしれない。その食べていいって聞くのも。あとは連絡の問題。連絡を本当にすっごいまめにするって聞いたんですよ、韓国人の男性女性。それは何なの？どこからどこまででこうしてるの？メッセージせめて何十分に1回じゃない？何十分に1回そのメッセージを送るのはせめて。でも何十分に1回何を送るの？そうよみたいな。分かんない。だって何十分に1回もなんかイベントみたいなの起きないよ。でも相手の日常生活分かってるわけじゃん。だから今何してるの？ご飯食べたの？とかそっからなんか話が広がってそれはでも1時間とか2時間はもう遅い。そうなんだ。結構プログ男女間の恋愛だと。でも普段から1時間2時間おきで連絡取ってたらいいと思う。何十分単位で連絡来てたのに1時間2時間来ないって言ったらじゃない？例えば会社でね働いてますと。働いとったらさ何十分に1回もさ携帯見れないやん。でもね、パソコンでもできる。会社の？
ラインとかもまあできるね。あるか。カカオトークを会社でも使うからああ、そういうことね。そこで返せるじゃんってなる。仕事をしててもちゃんともう連絡はしてよと。だからそれを言い訳にはできない。なんだろう、私が経験してないからわかんないけど、多分そういう場合はこれからなんか会議があるから、ああ、事前にね。はいはいはい。でそれから1時間2時間できなかったのは会議してたんだろうねみたいな感じで。あー難しいな。なるほどね。でもこれも個人差が結構あーあるから、やっぱりでも若い人はまめに。しなきゃいけないってはいはい感じ。。そうだね。それ結構ね、日本でも有名かもしれないです。韓国人と恋愛をするってなると、まめな連絡っていうのは、まあ、韓国人の男性がね、すごいね、まめって聞いてたから、もしね、付き合う機会があればね、まめに連絡をしないと大きな問題になると思います。日本人は連絡しすぎた気も1日に1回ぐらい。まあそうだね、しない人はそれぐらいだと思うね。それで言うと彼女っていうプライオリティが決められてるかもしれない。仕事っていうことに対して日本人は結構きっちり考えちゃう。そう仕事は仕事だからプライベートとは違うでしょっていう。だから仕事の中にプライベートを持ってきてない。会社によっては多分携帯も使えないとかっていうか、そうオフィスにいても自分の携帯でなんか LINE とか返してるとなんかえって今は分かんないけど、リモートワークとかさできていろんな Teams とかチャットができる機能がついてるから恋愛について先に聞いてきたんで、まあ、引き続きねちょっと聞いていこうと思うんだけど、告白文化っていうのがある。そのカップルになりますとなった時に男性からあなたのことが好きですって女性に言います。それでカップルになるのか、アメリカ人とかヨーロッパ人って何回かデートしてもカップルでしょみたいなのがあると思うんだけど、韓国はそういう好きです愛してますみたいなこと言うとか。これも人によって全然違うと思うけど、まだそれを言うのを好む人が多い気がする。やらなくてもいいみたいな感じはやらない人も多い。そうなるとどっからがカップル付き合ってますっていう分かんないよ。その付き合う前に多分デートはすると思うんだけど、デートは何でもありなの。映画館に行くとかピクニックするとか、何かこれをするとデートとかそういうのは決まってはない。決まってないよ。どっか一緒に出かければもうデート。ここは結構日本と似てるか。日本はでももっと告白文化が激しいと思う。それこそさっき出た日本人ってあんま感情をねその相手に伝えないから、そういう時にバッて伝えないとそれこそ分かんない。女の子からしてもこっちからしても。でなんか告白せずになんか付き合ってるみたいな感じが続くとどっちかが聞くと思う。ああ、どういう関係なの？そうそうなるほどね。まあ恋愛ばっか聞いてもねちょっとあれだから文化についてもう触れていこうと思うんだけど、日本は節目節目にある人生のステージみたいな、その大学入学試験とか就活活動とかって結構大きな問題でプレッシャーを感じる人も多い、まあ、競争社会とかって言われるんだけど、韓国も結構激しいって僕は聞いてて、それについてなんか感じてることってある？はいはいはい。確かに強いと思う。それはやっぱりその1個大学名がステータスになったりとか。これはちょっと違う。日本はなんか就活の時大学名が大事で学部はそんなに大事じゃない。ああそうだね、あんまりそうだね。韓国は大学名もそうだけど学部とか学科も大事だし、ああそうなんだ。大学での成績もめっちゃ大事。ああそういうことね。学部は確かに関係ないって言うとちょっと語弊あるけど、あんまり重要視はされてないかもしれないですね。成績もそんなだね。なんか卒業さえできればいいって感じだったけど確かにあんまりね、だから GPA とかうんは関係ないかな。韓国は成績も書くし3点なんちゃらとかだったら大学の時に勉強したかったですかって言われて、3.2 とかだった。ああマジで。次ね、ファッションの違い教えてほしいかな。私が感じたのは日本の方が個性が強い。自分のこだわりがあって他の人が変だと思うかもしれない服を自分が着たかったら着るっていう。ああ面白いねそれは。なんかそこだけなんか日本の文化と反してるような感じするよね。だって日本人ってなんかあんま自己主張しないみたいなところあるのに、ファッションだけ私はこれ着ても誰も気にしませんみたいな、それ結構面白い。渋谷とか原宿とか行ったらメイドの服着てるおじさんとかも多いしああいるいるいる。韓国人は流行に敏感な気がする。日本だとなんか服を買ってそれを長く着る人が多いとすれば、韓国は買って捨てて買って捨ててみたいな。まあ捨てない人もいるかもしれないけど、まあでも着ない変わりが早いってことね。これが今年の秋のトレンドですみたいなって言ったらみんなそれをそれは別に他人と同じ服でもあんまり気にしない。トレンドだからなんかいっぱいあるわけでもない
かぶっちゃうね。多分かぶると思わないと思う。なんでかぶるじゃん。確かにかぶるけどあ、でもそこを気にしない。かぶるのを気にするよりは自分は流行りに乗ってる自分あを見せたいんじゃない？なるほどね。面白いね。そういうタイプじゃないかよくわかんないけどファッションについてはまあ大体そのところか。まあここでちょっとね踏み込んだ質問をしたいと思うんですけど、日本に限らず外国人から見て韓国で整形してる人って多いっていうイメージがなんかわかんないけどある。それって実際どう思うか。日本人もしてる人はしてるから、なんかそこの違いみたいなのってあるかな。その整形に対しての。確かに少なくはないと思う。でも日本とか中国もそうだし海外もみんな整形してるの。でも違うのは韓国は整形の広告とかを地下鉄でも見れるし、なんか整形に対しての考え方がもっと開放的で整形したっていうのを隠さなくてもいい、なんか社会的な雰囲気的にね。があるけど、日本はなんかそれを隠したい人が多い気がする。そうだね。ちょっと隠してるよね。それで韓国で例えば整形したいですね。で整形するじゃん。そしたらなんか誰かから言われる、なんかいいね整形みたいな風に言われるのか、やめときなよみたいな風に言われるのか、周りからの反応って例えば親目線。これは人それぞれだと思う。自分の娘が息子がなんか外見に対してなんかコンプレックスがあって、それでなんか自閉されたりとかしてたら、なるほどね。いいよっていうことだし。そうだね。そこまでいくと確かに分かんないけど、その日本ではね、そのお母さんから生まれてくる子供がね、顔とか体にいじる、その違う風に人工的にいじるっていうのは自然の生き方ではないみたいな風な考え方があるから、親目線からするとなんでしたいのっていう説明はちゃんと必要になってくるっていうのが多分日本から。それに対して言い悪いはないけど、そういう説明がないとやれないというか、これも別にその整形に対して言い悪いの判断はなくて、日本でした人は隠す、海外でした人は隠さない、そこのなんか違いみたいなのって何がなんか原因というか、やっぱりなんか社会的な目線じゃない。あの人整形したよって言ったら後ろで、整形したってなるね。なんかそれがでも韓国だとなんか有名人とかも結構公表してるから、別に何が悪いのってそう考えかなね。日本だと隠してる人がいて、それを後から公表するパターンが多い。実は私整形してたんですとかで隠してるけどバレてる人とか、そうなるとやってることに対して後ろめたい気持ち、やってはいけないっていう気持ちがあるから隠したり言わないっていう選択を取ってるから、なんかあまり前のめりじゃない意見なのかなとは思うけど、まあでもそういう違いはありそうかなと思います。整形についてね、結構ね思う人いると思うんだよね。多いと思う。私も結構聞かれます。聞かれる？今はでも結構ね有名な YouTuber とかもやってる人いるらしいけどね。女の子とか。あとはね、これも Google に書いてあったんだけど、あぐらをかくってやっぱり姿勢が悪い、姿勢が悪いっていう風になってるんだけど、日本ではそれを女の子が公共の場でするっていうことに対して OK、まあ別にそんなことは関係ないよっていうのが、まあ、韓国のスタイル。日本だとちょっとやめてくださいってなスタイルなんだけど、それってそうなの？実際普通は全然関係ないと思う。関係ないんだ。それを例えば道端で見てたお母さんとか親とか異性男性がなんか思うことも何もないんだ。あの子あぐらかいてるぐらい、あぐらっていう概念もないかもしれないけど、いや普通にあそこに座ってるな。そういう感じなんだ。そこね結構違うんだよ。それはね、なんでダメなのって思っちゃう。おもろい。確かに。なんでって言われると分かんないんだけど、なんかね姿勢の定義みたいなのがあって、この姿勢が綺麗、この姿勢が汚いとかっていう考え方がそもそもある。もう相手によってはそうやって変わるよ。でもなんか男の前だから女性の前だからじゃなくて、自分より偉い人かどうか、これ上司が言ってるのにこうやってたらまあね、これはダメ。それはダメやな。知らない男の人とかがいて、周りにで女の子がグループでいてみたいな、なんかあぐらかいてって喋ってても別に OK。 全然なんとも思わない。むしろね、正座してたらあの子何かはい恋愛とか異性とかで考えるとそれは全く関係ない。韓国ではお母さんのねお腹の中から生まれた瞬間がまず1歳になるんですよ。で年のねカウント
の仕方もちょっとね特殊で、そこでちょっとリエンから説明してもらいたいんだけど、例えば2000年の1月に生まれた子がいます、で2000年の12月に生まれた子がいます、どっちも生まれたら1歳じゃん。そうだね。1月に生まれた子は次の1月1日までずっと1歳なの、で12月に生まれた人は生まれたら1歳になるじゃん。そうだね。で1ヶ月後に2歳になる。1月になったらもうみんな2歳になってるから、だからもう誕生日とかは関係なくて1月1日にそう全員1個上がるっていう。じゃあ誕生日に何をするかっていうところで、誕生日には普通に祝います。生まれてきておめでとうっていう祝い方、なんかさ、誕生日のケーキとかでさ、誰々くん誰々ちゃん何歳おめでとうみたいなで日本で見たことある。韓国ではさ、メッセージなんだけど、その何歳おめでとうとかシンプルに誕生日おめでとうああ、メッセージあんまり書かない。あ、ないんだ。書かなくて、ろうそくの数で年を表すから、長いのと短いのがあって、長いのが10歳、短いのが1歳。ああ、それはあるか。でもその誕生日の日はまだその年だ。それとも1個上がった年のろうそくです。これは私もわかんない。いや、そうなんや。こんがらがる。でも子供の時はまた難しいのは、初めての誕生日って特別じゃん。だから満で1歳になった時はまた1になる。相続が1つになる。2000年の12月生まれた子が2001年の12月に誕生日になるじゃん。でその時のろうそくは1つだと思う。なんでその時だけ。これね、わかんない。ああ、なるほどね。それもちょっと難しいね。ちょっと俺もじゃあこの動画でテロップ入れるときに韓国の情報をGoogle かなんかで調べて出しておきます。正解はこちらですはい、質問はね以上になるんですけど、ここまでの質問で、日本と韓国の文化の違いだったり恋愛観の違いってところが詳しく分かったんじゃないですかね、先生。だと思いますですね。なんでね、韓国の友達がいる人であったり韓国人の友達作りたいっていう人がね、もしいたらコメントに書いてください。この情報間違ってるよとかね、そういう意見もねあればぜひコメントに残してもらえるとありがたいです。僕らがね言ったこの意見というのはあくまでね個人の意見なんで、社会的にこうっていうねルールがもしね正確にある場合もねもしかしたらあるかもしれないんで、この動画内では僕らの意見という考えで捉えていただければと思います。ということでここまで話してきたわけなんですけど、なんか最後に言いたいですか、リエ先生。私も YouTube のチャンネルがあるので。 YouTuber なんだ。名前は名前なんだっけ嘘だろ多分リエンになってると思う。じゃあなんか入れて。OK。リエンのねチャンネルも概要欄に貼っておくんで、ぜひねチェックしてチャンネル登録してあげてください。動画本数はもう100本ぐらい上がってる。100本割る100本、はい、計算してもらって100本割る100本の動画見てもらって高評価だったりねチャンネル登録してもらったらいいかなと思います。それは、韓国語で話したんだっけ、中国語、日本語だよね確か。話さないの話さないスタイルらしいです。ありがとうございます。いいありがとうございます。こちらこそ、ぜひねチェックしてもらったらいいかなと思うんで、はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。